総合病院ステゴクリニック院長のステイゴールドが不在時に代理として運営を任されているので相変わらず癖の強い患者たちを頼れるスタッフや行きつけの喫茶店のカツ丼の力を借りつつ丁寧に対応するオルフェーブル。ステゴクリニックだよ。今日もゆっくりまったり診療するよ。苫小牧の開拓から帰ってきたっすよオルフェさん。バリちゃんお帰りだよ。さあ、あたしと勝負するっすよ。え？今日こそあんたを超えるんだ。いや、これから診療開始の準備があるんだよ。苫小牧での修行を経てあたしは主役になったっす。いや、最強の主役になったっす。ほう？オルニシオンさん、元気なのは結構なことですがあまり騒がないでいただけると。その気合はよし。では世に見せよ。勝負っすよ、最強の主役はあたしっす。騒がないでいただけると。失望させてくれるなよ。覚悟するっす。げんこつ。ここ好き。オルニシオンさん、病院ではお静かに。病院では騒がず静かに待つんだよ。さすがにおふざけが過ぎたよ。あたしが勝負を挑んだばっかりに申し訳ないっす。まあ次から TPO を考慮してくれればそれでいいよ。そういえば苫小牧のお土産買ってきたっすよ。褒めて使わす。ってバリちゃん、これはなんだよ。海底で拾ったっす。余計なものを拾ってくるなよ。まったく、昔はああではなかったではないか。心が折れるより幾分マシであるか。まあよい、そろそろ時間である。気を取り直して診療開始だよ。最初の方、入ってきていいよ。担当トレーナーが出張の際に褒められが足りず力が出ないから現地で先回りするべきかだと？トレーナーと担当は一心同体である。貴様のようなタイプの馬娘はトレーナーとの距離に応じてコンディションに影響が出ることは仕方のないことだよ。だが時にはトレーナーと同伴できぬことがあるのも致し方のないことでもある。しかしそれは貴様の今後の成長のためでもあるのだ。忍耐も時には重要である。帰ってきた時にその分褒めてもらえるよう考えよ。きっと貴様のトレーナーは目いっぱいに褒めてくれるよ。だがそれでもというのならこいつをくれてやるよ。これに貴様のトレーナーが貴様を賛美する声を記録してある。孤独に憂う時はこれを聞くといいよ。ただ聞く場所と周囲への配慮は欠かすでないよ。お大事に。次の方、入ってきていいよ。これは検温。壊れるほど愛しても3分の1も伝わらないのはおかしくないかだと？伝わらないのは壊したからだよ。貴様の場合は10分の1以下でも有り余る。伝わる前に命が持たぬよ。それでも愛を伝える手段を学びたくばそこでのんきにゼクシーを読んでいる先人のトリプルティアラに聞くがよい。とりあえず幸せになれよ。次の方、入ってきていいよ。うららちゃん、久しぶりだよ。有馬記念で勝ちたいだと？うららちゃんならきっと勝てるよ。いつもトレーニング頑張っているのは世も知っておる。きっと努力は報われるであろう。何事も諦めないことが大事だよ。とある有名なコーチも言っているこんな言葉があるよ。どんな絶望な時でも諦めちゃいけない。諦めたらそこで試合終了だぜ。マックちゃん。ぐわー。まったく、このうつけ目が。とにかく諦めず頑張れよ。世もずーっと応援してるからね。それとこれもあげるよ。この前診察に来た患者さんがお礼にくれたおもちゃだよ。次の方、入ってきていいよ。日本ダービーで勝ちたいっす。日本ダービーで勝ちたいだと？っていうかバリちゃん、今日はお休みだったかよ。いや、よく見れば異世界のバリちゃんか。異世界より来たりしバリちゃんよ。よく聞くといいよ。貴様のライバルとなる馬娘は生まれながらの馬娘の王である。しかし王をも超えるというのなら何度屈しようとも立ち上がり挑め。不屈たる貴様ならいずれよう。いや、暴君を超えるであろう。誇れ、貴様は強い。そんな貴様にはこれをくれてやるよ。諦めず何度も挑み主役となるがいいよ。世は期待しているからな。次の方、入ってきていいよ。ここの受付クラスメイトのこと最近気になっている子が被ってしまったんですけど私はどうしたらいいんでしょうか？病院で相談することじゃないだろうとは分かっているんですが。ここは確かに病院である。
故にあそこにいるゼクシーを呼んでいるティアラにでも聞けと申すところだが貴様にはライラックが世話になっておる。貴様はレースで親友と一着を巡りかけるとき何を目指す？仲良しごっこをし同着を目指すか？いいな、G1 馬娘である貴様ならわかっているはずだ。相手が誰であろうとも一着を譲らぬであろう？それは色恋沙汰とて同じよ。本気でやらなければやられるのは貴様である。世はライラックに甘いことは認めるが勝負においては譲歩せぬ。欲するなら勝ち取れ、ゴールに向かいただひたすらに走りかけるが馬娘の差がである。だが世は貴様の味方である、応援するよ。あのどこの鹿の骨とも知らぬやからにライラックはやらぬよ。次の方、入ってきていいよ。おる。姉上？トレーナーさんと人生一周の旅に行きたいんだがどうすればスマートに誘えるかな？それは勘弁だよ姉上。この病院には姉上が必要だよ。姉上の執刀を求めて全国の難病患者がこの病院に駆けつけるほどなんだよ。ここで姉上がいなくなったら病院も立ち行かなくなるよ。だが姉上が長期休暇を取得できるよう調整は頑張るから引退はやめてよ。そんなことになったら世は泣くよ。その意味は何なんだよ。姉上？姉上？トレーナーと日向ぼっこついでに添い寝したいがどうも避けられがちでどうすればいいかだと？トレーナーと手男児である。このご時世において血の繋がらぬ大の大人と幼き若人が身を寄せ合うことは世間が許さぬ。世間ではそれをロリコンと呼ぶらしくトレーナーは周りを気にしておるのだよ。だが裏を返せば貴様を意識していると捉えることもできる。時間はかかるだろうが貴様は今のままでも十分にトレーナーに愛されている。時が経てば添い寝くらいいくらでもしてくれるであろうよ。っておい、外の芝生を見てないでこっちを見よ。芝生で気が散るのは草。草だけにな。先生、また来てすまない。最近体が食事を受け付けないんだ。口に入れようとすると拒否反応が起きてしまってゼリー飲料がやっとなんだ。このことをたまに言ってみたら泣きながらここに連れてきてくれたんだ。前の診断からそこまで日にちは経っておらぬのに食事を受け付けぬのは大問題である。一度検査が必要だよ。入院し精密な検査をして経過を見るとしよう。入院手続きをするよ。先生、結果はどうなんだ？ああ、とりあえず結婚おめでとうだよ。お幸せに。次の方、入ってきていいよ。私の担当が某抽選に外れたショックで練習に身が入っていません。転売屋上がりに誘われるのですが共に一狩り行ってあげるべきでしょうか？成田の杖よ、貴様らが手を下さずとも2回抽選に外れたバリちゃんが転売ヤーどもを今はの際にしているから心配いらないよ。任天堂は神対応で有名である。求め続ければきっと手に入るよ。頑張れよ。一段落だよ。おる、そろそろ休憩した方がいい。休んでいないだろう？世にはわかるのだ。世の元に来る大勢の民がいると。休館でーす。ほら来たよ。搬入する際に何かわめいていたよ。周囲にいた患者が怯えており迷惑であった。とりあえず精神が錯乱していたから安定剤を打っておいたよ。今は精神が安定して話せるようになったようだが担当の料理を食べて気を失って起きて錯乱してたみたいだよ。そんな見た目が独創的な料理少しは食べるのためらえよ。さとしても食すのをやめぬと判断した。故に、最近開発された新薬を処方したよ。妹のために頑張れよ。ちなみに効果を例えるのなら研究者曰く吐砂物を拭った雑巾でも美味しく感じると言っていたよ。そんなもの食べるやつこの世の中にいるはずがなかろう。次の方、入ってきていいよ。なぜカレンちゃんにアレンジせずに普通に料理せよと言わぬのかだと？バカかよ、勝てるビジョンが世には見えぬわ。多くの患者を救うためにも世はここで朽ちるわけにはいかないよ。ほら、次の方どうぞだよ。年を取ると脂っこいものが重くてね。いい胃薬はないだろうか？薬といえども多種多様でありそのものの状態などにより変わってくる。今回の問診と検査の結果急性胃炎が見つかったゆえ今回はガスターを処方しておくよ。服用方法は1回 10mg から 20mg を朝食後と夕食後の2回。または就寝前に服用だよ。しっかり用法を守るんだよ。また薬局やドラッグストアでも効能は多少抑えられるがガスター点がある。
急な胃痛や胃もたれで対処したくばそちらを服用し様子を見て改善の余地がなくばかかりつけに受診せよ。あと一緒に胃の粘膜を保護する薬である防御因子増強薬としてムコスタも処方するよ。これは朝、夕方、就寝前に1錠服用だよ。また何かあれば受診するといいよ。ついでにバイタル65も処方しておくよ。最も良いのは脂っこい食事を少量に控え胃に負担のかからぬ食事を心がけ睡眠と運動を行うことだよ。基本は大事である。お大事に。次の方、入ってきていいよ。今日は菊花賞が勝ちたい気分っす。異世界のバリちゃん、貴様は活気に満ち溢れているよ。その意気込みやよし。貴様が今できることはライバルに負けてそこから何を学び何を次に活かせるか考えることだよ。この世界と貴様の住む世界の世が同じとも限らぬ。菊花賞は長距離ゆえスピードだけでなくスタミナや有用となるであろうスキルの多さが肝心である。だがやはり一番は同じ志を持つ者同士互いに切磋琢磨することが一番だよ。目標を目指す以上壁というのは必ず立ちはだかる。一人で目指しても乗り切ることは可能であろう。世と手進化や姉上たちなどの協力があってこそ今があるのだ。仲間を頼ることは恥ではない。それは己の力量を冷静に見極めさらなる高みへ登るために必要な過程である。その先に必ずや貴様の目指すものがあるであろう。異世界のシオンよ、世は貴様に期待しているよ。やっと一段落ついたよ。ランチタイムだよ。世は病院にできた2号店である喫茶マンハッタンカフェでいつものあれを注文するよ。そう、カツ丼コーヒーセットを頼んだよ。やはり世はこの味が恋しいよ。午後はスーパークリークが運営する保育園の健康診断で目のトライラックの3人で訪れる。我がクリニックは周辺の企業や学校などの健康診断をするために訪問することがある。本人は実家の託児所の経験を活かし頑張っておる。世も頑張らなければいけないよ。余談であるが休憩の合間を縫って家庭菜園をたしなんでいる。まさか学園での経験が趣味に生きるとは思いもよらなかったよ。収穫し野菜の出来を見るのが世の密かな楽しみでもある。語りはこのくらいにして仕事に戻るとしよう。患者を待たせるわけにもいかぬ。次の方、入ってきていいよ。もっと清楚でクールな令嬢として認知されたいと？確かに貴様が望むのならそれもいいが今でも十分に皆から愛されておる。それに時折そのような令嬢たるそんな場面も何度か見かけるよ。変わる努力とはそれ相応の覚悟と努力が求められる。長い経験を経て馬娘や人も変わるし変わらなければならぬ時もある。だが変わるのにも時がある。本当に今変わる必要があるのかどうか今一度考えよ。それはそうと貴様は食べ過ぎである。食事制限を設ける、お菓子は禁止だよ。メロンパフェはどうですの？当然ダメだよ。あんまりですわー。せいぜい励めよ。次の方、入ってきていいよ。今日も足の検査ありがとうございます。おかげで足の不安も克服できました。世は医者の務めを果たしただけだよ。結局は本人が頑張ったからこそだよ。実は遠いところへ旅に出てみようかなんて思っているんです。この足でいろんなところを歩いてみたいと考えてまして。いいんじゃないかよ。今日からしばらく経過を見て大丈夫そうなら行くといいよ。でも無理だけはするなよ。姉様には内緒ですよ。あら、旅に行くのね。姉様？なんでお前たちいるんだよ。まあいつかは姉様にバレると思っていましたけど。先生の言う通りもうしばらく様子を見て足に問題がなければ旅に出ようと思います。私なんかがいなくても姉様たちがいれば目白も安泰ですし。皆さんのことよろしくお願いします、姉様。アルダンも十分に立派になったわ。なら自身の望むままに、目白の令嬢としてではなく、目白アルダン個人として旅に出て世界を見てきなさい。アルダンが思うよりも世界は広いのよ。はい、姉様。私はここでアルダンの帰りを待っているわ。自分の家で待てよ。ここは病院だよ。まったく。次の方、入ってきていいよ。最近クソみたいなダジャレで笑っちまうんだ。強い薬を頼むぜ。そんな貴様にはこれをあげるよ。即効性のある特効薬である。シリオスシンボリの笑いの基準が治った。シリオスシンボリのやる気が下がった。次の方、入ってきていいよ。
トレーナーさんの作ってくれる捕食があまりにも美味しくて太ってしまっただと？捕食、すなわち基本エネルギー消費の激しいアスリートなどが必要な栄養素を補うために朝昼夕の3食以外に摂る食事のことであるが、確かに馬娘はアスリートであるものも多く貴様のように痩せ型の馬娘は特に食事は必要である。だがそれは不足分の栄養を補うためだよ。いくら美味しいからと余計に食べ過ぎるのは良くないよ。特に炭水化物を多く摂りすぎると太り気味は必須である。食べるのならこの表も参考にするといいよ。己の今の状態を見極め適切な栄養を摂取する。いくら美味しくても食べ過ぎは良くないよ。特に菓子類はほどほどにせよ。そしてお前たちは食事制限とプールトレーニング25メートル60本を通常トレーニングに追加だよ。頑張れよ。次の方、入ってきていいよ。あたしも先生のことをお父さんと呼ばないといけないっすか？急にどうしたのだ？異世界のバリちゃん。ちょっと待ったっす。こっちの世界のバリちゃん。あたしは絶対、こいつをお父さんなんて呼ばない。それはそうと今日こそ絶対に勝つっす。面白い、その勝負受けて立つよ。呼ぶか呼ぶまいかは自由であるが世は勝者しかお父さんと呼ぶのを認めぬよ。ちょっと待った。この声は、話は聞かせてもらいました。また貴様かよ。私もそのレース参加します、お父さん。本当にちゃんと話聞いてたのかよ。お父さんと呼ぶなよ。まったく。よかろう、診察までまだ時間がある。3人まとめて相手になるよ。絶対勝ってやる。絶対勝ってやる。あたしも参加する流れっすか？より強くなってくるといいよ。世はまた相手になる。さて、世も診療の準備だよ。匿名希望ですいません。最近父のように慕わせてもろてる院長先生5本。先輩がうちに若干過保護気味なのがちょっと気になってまして、色々と尊敬できる人ではあるんやけど、せっかくやしうちの好きな人はうちが決めたいなって思ってるところに打ち明けたらどうも反対気味のようで。さんはそんなにあかん子なんかな。なんも適当に選んだわけじゃないんやけど。前に夜に聞いたんだけどね、その時はこう言ってたよ。あやつは幾人ほど女子をはべらせておる。世の勘がそう告げている。それに世より弱き者にララを嫁がせる気はないよ。ってね。不器用なあの子なりに心配しているんだよ。こればかりは北さんに頑張ってもらうしかないね。まあ私ももう少し説得してみるよ。おっと、そんなこんなでもう今日の診療時間は終わりだよ。こんな感じでステゴクリニックには多くの患者が訪れているよ。世はこれからも多くの患者を救っていくよ。ご視聴ありがとうございましたよ。グダグダになってしまったがミスレメも見てくれてありがとうだよ。楽しませてもらったよ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。